どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、どっか行ってきたとか、なんかフィカスについての真面目な話とか、そういうんじゃなくて、ちょっと気楽に、ちょっと遊びっぽい話をね、したいなと思ってます。ゴールデンウィークちょっと出かけて、お店とか行ってなんか調達したりとかね、どっか行ってきたとか、そういったようなことをしようと思ってたんだけど、結局しなかったんで、ちょっと時間ができて、ちょっと暇じゃないんだよ。全然暇じゃないんだけど、すんごい、でも、一回でもね、生きてて一回でも、ちょっとでも暇だって思ったことないぐらいなんだけど、ちょっと謙虚な気持ちで、謙虚に暇ができましたんで、ちょっとフィカス診断っていうちょっと遊びなんだけど、ちょっとなんかアプリケーションちょっとなんか自分なりのちょっと作れたらいいなと思って、ちょっと今作ってる最中なんですよ。で、その途中経過っていうか、報告みたいなのをちょっとしたいなと思って、で、目的は、フィカスをみんなに知ってもらいたいっていう意味で、これやってるんですけど、やってるうちにだんだん面白くなってきちゃって、いろいろ作って、どんどん凝り始めてきちゃってね。で、ちょっと今、いろいろペーパーにまとめたりとかしてたので、それを見ながら途中経過を報告したいなと。フィカス診断って、最初入って診断を始めていくと、あなたどんな人みたいな。進んでいって、で、あなたはウンベラータですとか、あなたはベンガレンシスですみたいな。なんかそういった感じの、くだらない遊びですけど、そういうやつ。MBTI ってあるじゃないですか。ああいう感じで、ああいう感じだけど、あんなんじゃないですか。やめてください。ちょっと恐れ多いんで、なんかすごくシンプルな性格診断なんだけど、これ今ね、質問が、8個あって、それぞれの質問4つぐらい回答を用意してるんですよ。で、やっぱね、8つ作って4個の質問で何個みたいな。例えば星座だったらね、12とか、血液型とか、あったりとかするけど、そのパターンの数とか全然いまいちピンときてなくて、その8個の質問しかないのに、僕は32種類のフィカスを用意してたっていう。もうただ紹介したいだけじゃんみたいな。で、そのせいでね、今バグが起きてるんですよ。僕の設定でいろいろやってたらですね、何回やってもアルテシマになっちゃうみたいな。多いみたいな。どの選択してもアルテシマになっちゃうみたいな。でそれね、確かに点数で、振ってたらそうなっちゃうんですよね。なんか、そういうバグが今生じてるんですよ。で、具体的には、質問が、週末の、理想に一番近いのは、一人で過ごすとか、大切な人と過ごしたいとか、お気に入りのカフェに行きたいとか、新しい場所とか、体験を積極的に、開拓するとか、こういった回答があって、その中から選んでいくと。そうしたら、その中で、スコアを、一つ一つスコアつけていって、社交性とか、色気、個性、強さ、信念みたいなのを、0から20とか、そのぐらいのスコアに振ってですね、それぞれも点数化していく。で、点数化して、六角形の、ほら、あるじゃないですか。コーンフレークの裏側みたいな。その六角形に、当てはまるフィカスにも点数付けしといてね。それはフィカスの点数付けっていうのはもう僕の主観ですよ。僕がこういう、なんていうの、ベルベットは色気があるとか、ソフィアはプライドが高いとか、そういった僕の勝手なイメージを、当てはめて、作ってるっていう感じです。で、なので、全然ただの遊びですからね、真剣にやらないで欲しいんだよ。僕はね、いろんなフィカスを、みんなに知らせたい、教えたいっていう意味で、作ってるってところですね。で、実際どんなね、フィカスが、あるのかと。これ、みんなと共有してですね、あのフィカスがないじゃないかとか、これはいらないんじゃないとか、そういう意見があったりとか、あいつにはプライドないよとか、そういうのあったらね、みんなどんどんね、コメント欄、今のコメント欄すごい盛り上がってるけど、嘘、盛り上がってない。チャンネル登録者数、今1、コメント数0。そんな感じのコメントとかをね、盛り上げてもらって、で、フィカス好きがね、ここに集まって、そんでみんなで議論して、ちょうどほら、まだできたっていう報告じゃないからね、今途中経過だから、これからどんどん作っていくところだから、修正したりとかしていくつもりだし、ただのね、遊びで作ったものがもしかしたらすごい精度の高い、性格診断になるかもしれないからね。これから見ものですよね。で、実際32種類が僕のチョイスですけど、僕が何をチョイスしたのかっていうのを、一体ここで紹介しようかなって。で、まずやっぱりウンベラータ。絶対に外せない。ど真ん中ですよね。ど真ん中なんだけど、僕ね、今の、完全じゃないから、今診断やってもね、ウンベラータ一回も当たんないんだ。アルテシマばっかり。アルテシマとね、トライアンゲラリスだったかなとか、その辺だったね。で、次、ベンジャミン、スターライト。ベンジャミン、スターライトは、
ていうかベンジャミンはベンジャミンだけでもう診断とか作れちゃうぐらい無数に種類があるから、まあそれはまた後日やろうかと思うんだけど、ただベンジャミンの中でじゃあどれ一つあげようかってなったら、いろいろ考えたんだけど、やっぱスターライトかな。お店でやっぱ目引くのっていくつかあると思うんだけど、多分リッチとかもしかしたらお店一番置いてあるのリッチかもしれないけど、残念ながらもうリッチのとこスーッと素通りしてしまって、そうです。だけど、そんな人が意外と足を止めてるのがスターライトの前だったりするんだよね。だから、まあ、ベンジャミンの中で誰あげようってなった時に、まあ、スターライトかなっていう。ああ、これ知ってるってお店行った時にさ、これフィカス診断のやつだって思われたらいいかなと思って。で、次はソフィア。これエラスティカもいくつかあげたんだけど、その中でもソフィアは一番保守的なやつ。これをなんかそういう性格わかる？なんかそういうなんか血筋をプライドがある私はもう他とは流されません。そういった人いいなと思って、それを入れたいなと思って入れました。次、カシワバゴム。これもバンビーノとかもワイション系のいろいろあるけども、カシワバゴムって一言で入れときました。でガジュマル。絶対外せないね、これは。で、あとアルテシマ。さっきから言ってる。これはどうしてもアルテシマになっちゃうっていうのはちょっと直さなきゃいけないけど、これ、絶対外せないで入れました。で、インドボダイジュ。インドボダイジュもね、どういう立ち位置なのかなって考えたんだけど、原種なんでね、これどういう性格なのかなって、みんなに知ってもらいたいっていうのもあるし、フィカスでは、外せないキャラクターなんで、入れました。バーガンディ。ちょっとね、バーガンディね、忘れかけてる部分があるっていうか、なんかもう最近当たり前になりすぎているんだけど、実際再評価したらすごいかっこいい品種だっていう。あれ？エラスティカ、そういえば、ソフィアも入れたし、バーガンディも入れちゃったね。でもだいぶ違うか。で、ベンガレンシス。もちろん。で、アムステルダムキング。これもね、湘南ゴム系はね、もうアムステルダムキング1本にしました。アムステルダムゴールドとかもちょっと入れたいなと思ったんだけど、多分それ入れるぐらいになると、エラスティカもベンジャミンももうちょっとマニアックなの入れてこないと、ちょっとバランス取れないかなと思ったんで、収集つかなくなるのは良くないと思って外しました。で、トレソ。そうね、収集つかなくなるので止めましたとか言っといて、トレソ入れんのって感じなんだけど、トレソはね、ちょっとマニアックなやつ入れたいなっていうのもあってね、ちょっとあの人変わってるよねじゃないけど、そういった感じ？ベビーリーフ。これも迷ったなでも僕がね、単純に好きなんで。ベビーリーフってすごい目引くじゃないですか。かっこいいし、お店でもね、結構目立つんですよ。たまにあると、やっぱり、あると思うんで、これも入れたいな。紹介したいっていう気持ちがやっぱちょっと強かったかも。ベルベットっぽい人いるもんね。だから外せなかった。フランスゴム、もちろん。ジーンも入れちゃいましたね。エラスティカから結構エントリーしてますね。でもジーンはやっぱ他とは違いますからね。その色合いとか雰囲気とかを、伝統的なエラスティカの血筋とはちょっと外れるっていうか、今風な感じ。これもシベレアナっていう名前で入れようかとか、ジンとシベレアナってどう違うのとか、こう違うのとか、そういった議論も巻き起こりそうな感じだけど、でもここは、僕らがね、日本のお店でいろいろ見るのはやっぱジンなんで、ジンとして入れました。ペティオラリス。いいでしょう。やっぱちょっと違う。これコーデックスからのエントリーだけども、ちょっと違うし、目を引くペティオラリス。これは絶対外せないから。次、パルメリー。これはね、僕の中ではね、ペティオラリスがちょっと前に出ちゃって、その影に隠れている、ちょっとコンプレックス持ってるけど、僕はね、私はね、私、どっちでもいいんだけど、最近男らしいとか女らしいとか言っちゃいけないんでしょ。私らしい、コツコツ、あんなに華やかにしないでもいい、コツコツやっていくんだ。いつか報われるんだ、みたいなちょっとけなげさを感じるんで、このパルメリー入れたいなと。僕は単純に好きで紹介したいっていうのもあるんだけど、次はね、エベレスト。エベレストは最近結構並んでるんで、どこでしたっけ？どこの農園さんが作ったのかな？これも議論がいろいろあるんで、それ自体動画にしたいと思うんだけど、アウリクラータ、大葉イチジクの、園芸品種みたいに言われてるけど、本当にバスタじゃないとかね。そういった議論は、もう巻き起こしていきたいのは、僕の、このボタニカリスティックス、このチャンネルの趣旨でもあるんで、ここはちょっと紹介したいっていう意味も含めて。で、それにね、品種としても僕大好きなんで、紹介したいなっていうのがありましたんで入れました。アスペラパーセリー。これも絶対外せない。アスペラパーセリーも、これもね、
僕は議論を巻き起こしたいと思っている品種です。まあ、フィカスの花形ですよね。マニアックフィカスの、まあ、キング、クイーン、どっちとか言っちゃいけないの？わかんない。男とか女とかわかんないけど、とにかく、まあ、花形ですよね。クリシュナボダイジュ。これも、もうなんかだんだんただの紹介になってきてるけど、クリシュナボダイジュはみんなに知ってもらいたい。まあ、フィカス入ったら絶対に知るけど、お店で見れないやつ。あいつです。ベンジャミン・バロック。ベンジャミンからあんまりエントリーさせたくないとか言いながら、まあ、これは外せないかな。バロック、シタシオン、やっぱバロックかなって。ちょっとお米が炊けた音がしたね。で、次、ビレンス・スノーストーム。これ僕が大好きな品種で、これ、まあさっきも言ったように、この動画に今後していきたいと思ってるんだけど、アスペラパーセリーとちょっと混同されてるんじゃないかっていう疑いのある品種。だけど、まあ、そう、これはね、僕ね、ビレンススノーストーム大好き人間なんだけど、ビレンススノーストームの、まあ、誇りにかけても、ここで、まあ、紹介して、こいつはこういうやつなんだよ。だからみんな分かってねっていう。ビレンススノーストーム、結構苦しんでるよ。助けてあげてっていう気持ちもあるよ。そういうのも紹介したり。で、これ載せました。ティネケ、ルビー。まあ、この2つ、エラスティカから外せなかったな。エラスティカから結構入っちゃったね。でもなんか入れないわけにいかないやつやっぱ多いね。フランスゴムユキ。これは外せなかった。これは、オブラエンさんかな？ちょっと間違えたらすいません。フランスゴムの園芸品種。すごい葉っぱの色がね、もうちょっと特徴的でね、なんかすごい可愛らしいんですよ。もう今最初見た時衝撃だった。次はね、リン。これね、指宿のどっかの農園さん、ちょっとごめんなさい、これも名前がね、すぐ出てこない。リンは、めちゃくちゃこれもね、かっこいいっていうかね、まあ、可愛いというか、綺麗というか。これ最近ちょっとあんまりお店で見なくなったんだけど、ちょっと前はいたんだよね。で、毎回いいなとか思ってたんだけど、最近見なくなってきてちょっとね、心配してますよ。これここで紹介したいなと。次はロイ。ベンガレンシスロイとか言われたりするんだけど、本当にベンガレンシスみたいな、あれなんとかの葉っぱに似てないとかちょっと思っちゃうんだけど、まあでも国際的にもね、ベンガレンシスロイってベンガレンシスの変異種って言われてるから、まあどうでしょう、ちょっと納得、って思うんだけど、ロイはロイで、もうなんていうの、原種ならではの力強さを感じるし、こういうなんていうの、なんか見た目とかあんま気にしないで私は強く生きていくんだみたいな、こういう人いるよねっていうんで、こうピタッとはまる何かがあると思うんで入れました。イボンヌ。まあ前の動画でも話した、そうですね、すっごいマニアックな品種だけど、まあ森岡園さんが、まあお茶の間に届けてくれた、このイボンヌですね。イボンヌって結局すごいか弱い、なんかもう箱入り娘みたいな品種なんで、まあそういう人いるよねっていう。これなんか当てはまるなと思ったんで、まあこれはもう入れないわけにいかないと思って入れました。で、アフリカンプリンス。もうお店で絶対みんなが見つけて、うわーこれすごい、あ、高い、買えない。あれですよ。一番かっこいいって思う人結構いるよね。高嶺の花みたいな。なんかもう、なんだろう。もう育ちのいい、なんか、高身長のなんかモデルさんみたいな。なんかそういった感じなんで入れました。ランフィー。これはね、インドボダイジュに似てるんだけど、まあちょっと可愛らしい葉っぱ。なんて言うんだろうな。奥ゆかしい感じもあるし、まあこれはね、いいなって。ちょっと子供っぽいというかね、なんていうの。子供っぽい一面のある人みたいな。そういったんで当てはまるかな。入れました。他はまあ、まだなんか品種がないよとか、あったらですね、それこそさっきも言ったようにコメントにね、書いてくれればですね、ちょっと考えますよ。だってまだこれ途中だし、これからもっともっと面白く作り変えていきたいなと思ってるんで、まあリリースいつになるかな、今年中にリリースしたいと思うけど、やっていきますんで、まあコメント盛り上げていってくださいよ。なんかでもね、残念ながらね、結局ね、僕一人でね、まあいろいろ作ってたんで、まあもうこれね、なんていうの、こういう女性みたいになっちゃってるよね。なんていうか性格診断って言ってるけど、結局、ああいう女の人いるよね、こういう子いるよねとか、なんかそういうので当てはまっちゃってね、結局ね、なんか男子禁制っぽいね、アプリになっちゃってるんだけど、まあそれ以下が別にまあ遊びだし、でもまあ、もしね、その要望があればいろいろ作り変えていく中で、まあそういうのもね、まあ改善っていうか、まあ変わっていく可能性もあるんだけど、まあやっていきたいなと思ってます。まあ今日はこんな感じで、ちょっと遊びっぽい動画でしたけど、まあまた、なんか、動画上げてきます。じゃあ。